飛車して取って飛車なって上がると金 C 級打てますもんね。で飛車ですよね。さあこれでどうなるか。いや時間がないな。皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね将棋大津で実況対局の方をやってまいりますので、ぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。あなたが後手です。さあ私が後手番ですね。対局開始。さあ相手は2六歩で3四歩、そうですね3三まあ 2筋をどんどん伸ばしてきたんでね、相手の方は居飛車の将棋ですね。例えば3二銀と上がって、さあ角交換の形です。さあどうしますかね。まあ金上がって飛車もあればね角交換型の振り飛車将棋になるんですけど、ちょっと居飛車の将棋にしてみますか、じっくりと。さあここで、この歩1回ついてみますか。銀が出てくればこの歩をついて大乱戦があるかもしれないですね。2七銀ですと、そうですね、金上がって受けてきましたね。この辺りさすが相手の方、定石ね通りという感じです。で歩をついて、銀上がるとね7五ずつで6五角と打つ手があるんですけど、これはね解説編の方でできればと思います。で歩ですか。これはそうですね、早繰り銀と言われる形になりそうですね。さあ端歩をどうするかな。受けないで指してみますか、桂トンで。ちょっとね力戦形っぽい感じになってきましたね。で歩をついたと。じゃあこれを受けてみます。この辺ですぐ受けてもよかったですけど、微妙な手順で、早繰り銀の時にこの端歩の付き合いっていうのはねあると得なんですよね。あと桂飛んできましたね。これバンバン来る可能性がありますね。玉上がって受けてきますか。桂馬をね飛んでバンバン決戦でそこをねしてくる構えが考えられました。金上がって2四五桂と来る手があるんでね、ちょっと私の方も警戒しつつですね。持久戦模様の形ですね。私の方はねゆっくり指すとちょっと徹底的にねちょっと待機の模様で指してみますか、金によってね。5四銀とかね出る手もあるんですけれどもね、ちょっとじっくりという感じで、これね、王様4二に上がって5二玉ですとね、もちろん手損なんですけれどもね、手損というよりは待機して傷のない形で待ってね、先手からのね攻めを迎え撃つというイメージですね。で5六銀ですが、さあどうしますかね。難しいとこですね。5四つくか、また玉寄って待機するか、いろいろあるとこです。5四つきかな。このね玉頭なんでつくかつかないか難しいところなんですけど、ついてみますかね。さあで玉を引いてきました。さあどうしますかね。銀を上がって指すか、この歩をつくか。私の方もね、自分の方からね動くのは結構難しいような感じですね。5筋ついたんでね、銀上がって指しますかね。2四歩同歩同飛車の時に反撃できるか。銀を引く手もあるな。銀を引いて2四歩同歩同飛車、飛車先伸ばしますか。これ難しいです。飛車先のね保留して桂跳びの形を残しておく手もありますけれどもね。さあどうしますかね。銀を引いてみますかね。どうしよう。銀を引くか銀を上がるか、王様寄って待機するか、この辺りは本当いろいろあるところですね。銀上がると2四歩同歩同飛車、歩を打って引いて、じっくりとした将棋ですね。銀引く2四歩同歩同飛車で8六歩同歩8五歩次歩、飛車引いて取り込んで書いてね、なかなかうまくいかないかなそれは。さあどうするか。相手の方のね攻めをね私は待つ感じなので、どう待機するのが一番隙が少ない格好かっていうことですね。金寄るとね玉頭がね薄くなるのでちょっと怖いなっていうところです。玉寄るのも危ないかな。難しいところですね。どうするか。金寄るか4四つくか、4つくと4五歩突かれるんでね、銀上がってみますか。ここはね難しいとこでした。銀が動くとね2四歩同歩同飛車とね来る可能性があるのでね、銀を上がらないでね指して待ったとこです。これは銀こっち引きますかね3三に引いておく手もあったとこです。難しいです。この辺は本当難しいとこです。迷いますね。そうですか。2四歩同歩同飛車来ましたね。さあこの時どうするかね。玉が玉形がね硬いので何か反撃をしたいところ、5五つくとか5五つくと銀引くのかな。で銀を立つとか6五ついて8五ついてとかどんどんやっていく手もありますね。同歩歩打つ引く取り込む。歩打つとね飛車寄ってくる手はちょっと無理かな。歩金上がって歩を受ける手も落ち着いた普通の手ですね。どうしようか。ここを作ってもあります。同銀なら3三角、ただ6七銀と引いてその後ねどうするかっていう問題が残ってますね。難しい。
いやここはね迷いますね。いろいろ手があるところです。6五ついて同歩に8六ついて同歩に7五歩とかバンバンいっちゃう手もありますね。ちょっと乱暴かな。ついて同歩ついて同歩つく。まあねこの小瓶を狙うってことですよね。ちょっとやってみますかそれ。まあこの飛車がね中空に浮いてるので、まあ3三に角打つイメージでねそこを反撃するっていう感じです。そうですね、これで6五ついて、ただね王様がのね近くでこっちも戦ってますから、そんなにねなんていうんですかね、バンバンいって簡単に良くなるっていう感じもないのでね、まあ、難しい戦いになりそうです。まあ、3四飛車と横歩を取ってくるような手も考えられますね。その時に4二金と寄るのか3三金と立つのか3三歩と受けるのか3三桂と飛ぶのか、まあいろいろ手応手がねあるとこですね。まあ同歩が普通ですけど、で7五ついてね戦線を拡大して、まあ、この小瓶を狙っていった時にどうなるかって感じですね。相手の方も勝負どころと見て時間を使ってますね。さあどうするでしょうか。同歩か同歩ですか。一番堂々とした手ですね。で7五ついて、まあ同歩なら7六歩と打ってね厳しいですね。同銀なら3三角、6六銀なら3三角、どっちもね両取りがかかります。このラインですね、今言ってるのはねこのラインを狙ってるので、まあ4四歩とかつく手は一つ考えられますかね。4四歩とついて、同銀でも同歩でもラインが一応ね緩和されるという手はあるかなという気がしますね。はい。まあ同歩だけはないので、例えば飛車が撤退するとか2九飛車と引いてねじっくりちょっと受けに回るとか、角打ちですか。これは急所に先着ということですね。なるほどなるほど。これもね手筋の一手ですね。3三角と打って同角成同桂で取る。3三角が一番普通かな。まあ、1一角ないと香車を取られるので、ね、こちらを避けたいとこで取り込むと同銀で角打つ手もありますね。いや難しいな。それもあるな。金寄って角成。それもかなりきつそうですね。取り込んで角を打つ。金寄って8六角成。その時どうなんだろう。銀を引くのかな。取って歩を打つ。いやかなり先まで手が進みますね。ちょっと取って角ですよね。でさすがに金が取れるのは大きいので、何か金寄って角成、その時ね飛車がラインに入ってるので結構相手危なそうな形ではあるんですよね。ちょっと行ってみますかそれ。3三角と合わせてもあったと思います。これは激しくなりますね。この歩取り込むともう結構同銀とで多分銀引くのはちょっと引きにくいんで角打ってさ、これどうなんですかね。ちょっと踏み込んでみました。でこっちに金寄ると3七角成もあるんですよね。3七角成か8六角成かどっちも結構きついんで、3七角成ですと香車を取ってね少し落ち着くかもしれないんですけど、8六になるとねもう一気の終盤戦です。さあどうなんでしょうかどうなんでしょうかっていうのはですが、角なってきましたね。これは、角成りがきついと見て、角成りには8七香を準備したんですね。ただこれ金取れるんでね一回金取るで馬を寄ってくるのかな。飛車成りかな。なるほどなるほど。これ激しくなりますね。飛車成りで勝負しようってことでしょうか。取って歩を打つと飛車を引く、それで角など香を打つ。なるほどなるほど。桂をと金取りますよね。それで2一飛車成りなのかな。さあこれはどうなっているのかって感じですね。6四の歩では2一飛車でもあったと思うんですけど、歩突きですか。複雑な手順ですね。これは歩を受けると歩を成って同玉でどうなってるんだろう。歩受けてみたくなりますね。歩を打ってなって同玉、ちょっと怖いですけどね。ちょっと怖いですけどどうなんでしょう。同歩ですと飛車成ってった時に2四歩同歩のところがねポイントだよということで2三歩と打ちたいですね。打ってみますか。怖いけどちょっと怖いですけどね。2一飛車ないと飛び込むとか2一馬と寄っとく手もあったと思うんですね、相手の方ね。これちょっと微妙ですよね、相手の方もね。歩なって同玉で4四歩で玉引いてどうなんでしょう。
まあ飛車1四飛車とかね寄れるんですけど、それも歩打てるんでね、同金だと飛車7ちゃうんで同玉で頑張ります。さあこれ危ないですけどね、王様露出してるんですが、まあ飛車取りなんでね飛車はね結構やっぱりこう飛車取りは結構忙しいので、どうしてくるか相手の方が。あとはね、私も3七馬とか5七馬とかやりたい手がたくさんあるんでね、その手をこうなんとか間に合わしたいというところですね。今王様露出してますけれども、相手の方の王様は結構安全なので、ここはね先手の方もチャンスでね、この瞬間に厳しい手があれば先手が優勢になりそうですね。どうですか、歩ですか。これは引くしかないですね。さすがに同銀は危なすぎるので。あ、桂ですか。これは一気の攻めですね。飛車、これは飛車取るしかないですね。さあこれで飛車をね取ったんですが、これでどのぐらい私の方に厳しい攻めが来るか。で銀ですか。一気の攻めですね。さあどうなってるだろう。同金同歩成同金歩を打つどうなってるのかな。で金をどっちかによる。いやー厳しいですね。難しい。まあ同金ですよね。で同歩成同金。さあそこでどうするか。先ほど言ったようにね、王様が安全なのを生かしてね一気に攻めてきました。さあここからどう私の方も余していくかですね。金を引くのが第一感で、金を打たして玉を寄って金取らした瞬間に、馬を引いたりするのがまあテクニックですね。基本的にはね、金をこっちにやると角のマウスに入るんでね、こっちによっても金打ってくるんで、金を引くのがテクニックで、金打って玉寄って6八金の時に、何か攻めるというのが手筋ですね。やってみますか。金を引いてね、6四強かもしれないですけど、いずれにしろこの次の手に対して私の方が対応せずに攻めてどうなるかって感じです。際どい終盤戦に6四強ですか。これは4四桂なら6六桂なら歩を成って抜いちゃおうってことですね。なるほどなるほど。馬を引くとどうなるのか。叩くとの飛車走る手もありますね。難しい。銀を引っ掛ける手もある。いや難しい。銀を引っ掛けるのが第一感かな。取って金打って6四香はでもなるほどですね。この香車の方が私の方としては嫌なとこです。7七歩と叩く手もある。いや難しいな。ここは取って同玉で6四銀、王様こっち引いてどれぐらい来るか。馬引いて勝てれば一番早いが、馬引きはちょっと乱暴から馬引く。馬引いてますか。でもいや難しいですここは。際どい終盤戦に突入しましたね。なんとも言えないところ。どうでしょうか。これで次馬を引いて5六まで引けばね、次馬を切っていく筋で詰めろになりそうです。ただ相手の方の手番なのでここでねどうか。取って銀をかぶせてくるのが普通ですね。その時に王様を5二玉、ただ5三に歩打てるんですね。で同金同銀成同玉どうなんだろうか。そうですね、同玉でそうですね、で引いてで5三歩ですか。同金同銀成同玉。さあそれがどうなのか。めちゃめちゃ際どいですねこれは。ちょっとどうなっているのか難しいですね。7三銀成もありますよね。7三銀成5六馬でそれはこっちの王様ちょっとつまないですかね。5三歩と打つのがね、今こう歩が切れたんでね、5三歩と打ってくる手が一番部分的には厳しい。同金同銀成同玉で詰めろが続くかどうか。いやかなり際どいですね。際どい、正直際どい。飛車を走ってくってもあるんでね、金ぶち込みこれは取るしかないでしょうね。ちょっと同金同歩成同玉で歩を打つ、引く。どうなってんだって銀成が詰めろということか。それで飛車を走って向こうがどうなってるかですね。金打ってこれは引くのはちょっとさすがにさせないかね。引く手もありますかね。取ってそこで桂馬を打つ。王様引く手もありますね。難しい。迷いますね。王様引く手もあるな。金で取った時に重いのでね、王様引いて銀成もなんでもない、取った手もなんでもない。同金と迷いますね。同金同歩成同玉歩打って王様引いて5三銀成、その時に向こうが詰むか詰まないか。難しいな。王様引きますか。取る手もありました。難しいですここは判断が迷うところでした。
まあ、これで4二金が詰めろにならないので、その瞬間に、詰めろ連続で寄せ切ろうというのが私の、なんていうんですかね、構想です。まあ桂馬打つのがいいかな。さあどうでしょうか。まあ、この時にね怖いんですけど、金1枚なのでなんとかねこれが詰まないならいいだろうっていう話なんですけれども、どうでしょうか。銀引きですか。桂馬を渡してもね詰まなそうなんですよね。なのでこれはね局面は勝ちになってそうですね。で飛車走ると銀引きかな。で銀打って、まあおおよそという感じですけどね。大体勝ちですけど、飛車走る金打つ、銀打って普通に銀打ってく手もある。飛車走りかな。はい。まあこれ私の様ね詰みがないのでね、詰めの連続でいければ勝ちです。金に合いですよね。これが一番硬い受けなんですけど、さあどうだ。銀打つ取るどうやるのがいいかな。7九銀6八金、桂飛ぶ手もあるな。桂飛びもやってみたい手ですね。桂飛びで同銀なら同飛車、銀打って詰み筋があるので桂飛ぶのがいいかな。あるいは叩く手もある。いやここはちょっと難しい。同銀と、桂飛びいいかな。はい。これでね飛車を取れば7九金と打って詰みです。まあ同銀ならね7九銀と打ってから、取る、あるいは同飛車と取ってね、それがまた7九銀からの詰めろになりそうなので手が続きそうですね。なんていうんですかね、遊んでる駒というか盤上の駒を使う手なんでね、すごく味のいい手。他にもいろいろ手あったと思うんですけどね。歩合いですか。さあ馬を引くと、馬引きでこれは決まってそうですね。桂打つとこれ取れるんでね、馬引きがきつそうです。歩合いができないんでね今度はね。でこの銀を取ると飛車取るしかなくて、同馬でも勝ちそうですが、どうなんだろう。同桂成取る銀打つ同桂同香成同玉、取って取る、ボロボロ取る同桂成同銀、ちょっと待ってくださいね。慎重にいきたいんでね。同馬、あるいは飛車で取って同金同馬がいいかな。どっちがいいだろう。馬でいいですかね。飛車を渡しますけど勝ちですね。局面的には勝ちです。銀打つ同桂成同玉、それがギリギリでも詰まないのかな。どうだろう。で取って桂打つ、それが詰めば一番分かりやすいですね。バラ取って桂打つ、大体詰みですね。それもね詰みかな。上がって銀で上に来た時にどうなるか難しいところですね。はい。金寄り、これはなんだ。同玉と取りたいですね。同玉だと飛車を取るのかな。で、打って同桂成の同玉ですね。これも取りたいが、取ると取ってくるのかな。これは王様引きますか。同桂成同玉でどうなんだろう。相手の方で考えて、桂を取った。へえ、これは詰みそうですね。ちょっと待ってくださいね。取って飛車打って取って、これは詰みがありそうですね。で飛車を打てば、いや際どい勝負でしたけどね、これは詰みになりましたね。はい。いや最後どうだっただろう。飛車取ったら難しかったかもしれないですけどね、ちょっとまず私も時間がないんでね、際どいですけど、これは詰みになったんじゃないかな。飛車合いか。飛車合いされた時が難しいかな。もしかして飛車合いして取って飛車なって上がると金 C 級打てますもんね。で飛車合いですよね。さあこれでどうなるか。いや時間がないな。これは受けると詰みですね。今上に上がった方が時間がない。ただ危ない。残り1秒でした。ありがとうございます。
はい、いかがだったでしょうか。今回もですね、将棋大勢実況対局の方をやってまいりました。最後は相当際どかったんでね、最後は本当残り1秒でなんとか次にたどり着いて勝ったという内容でした。まあかなり内容難しかったんでね、解説編の方でやっていきたいと思います。